イ・ジェミョンさんの差し戻し審を15日に予定していた裁判部が、やっぱりイ・ジェミョンさんにひざまずくことを決めたようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。共に民主党のイ・ジェミョン大統領候補の公職選挙法違反容疑事件の差し戻し審を担当している裁判部は、当初15日に予定されていた初公判を、大統領選挙後の6月18日に延期することを決定した。ソウル高等裁判所刑事7部イ・ジェゴンル長判事は7日、大統領候補である被告に公平な選挙運動の機会を保障し、裁判の公正性に対する議論を避けるため、裁判日を大統領選挙日以降に変更したと明らかにした。裁判部は、裁判所は内外のいかなる影響や干渉も受けず、憲法及び法律に基づき、独立して公正に裁判を行う姿勢を維持してきたし、今後もその姿勢を貫くと説明した。それでは、韓国さんの反応です。最高裁さえも打ち負かすソウル高等裁判所のクラス、実力、よく見ました。気が狂ったんじゃないか、裁判官たち。国がめちゃくちゃだ。一人の人間のせいで、大統領に当選したら安定的な国政運営が必要だと言って、任期終了後に裁判が延期されそうだ。やはり、売りたちの法律だ。控訴審の時に、ちゃんと裁判をしていれば、こんな事態にはならなかっただろう。共に民主党の主張のように、最高裁が政治的に動いたのではなく、控訴審の裁判部が政治的に動いたんだ。ムン・ジェインが国をめちゃくちゃにしても、そのまま、180議席の精神異常者たちがあまりにも多すぎる。司法まで掌握完了だ。もう見るものはない。共産化の始まりだ。大統領選前の事件で、裁判中に犬のような判決を下し、差し戻しされたら、今度は選挙後に裁判を行うと言い出す高等裁判所。これが司法部をなくすべき理由だ。本当にもうなくすべきだ。ということで、本当にコロコロ情報が変わりすぎて困っちゃいますね。とりあえず、延期の理由が全く理解できないんですが、大統領候補である被告に公平な選挙運動の機会を保障し、裁判の公正性論争を回避するためとのことですが、何を言っているんだって感じですよね。正直、イ・ジェミョンさんに大統領になってもらえれば面白いとは思いますが、そういうのを抜きで公平に考えれば、犯罪者でも大統領になる機会は保障するって感じだと思うんですが、韓国の司法は大丈夫なんでしょうか。一応、裁判所が選挙後にこだわる背景としては、選挙期間が22日間と短く、イ・ジェミョンさんが被告人席へ呼ばれれば日程が数日飛ぶだけで致命傷になりかねないという理由もあるようです。イ・ジェミョンさんを支持している国民が知らないわけはないので、正直関係ない気もしますよね。また、選挙中に有罪・無罪の心証が報道されると、裁判所が選挙結果に影響を与えたと批判されかねないので、中立的な立場を担保した狙いもあるようですが、そもそも中立どころかイ・ジェミョンさんへの配慮にしか見えませんよね。実際、韓国さんのコメントを見ても、裁判所への批判しか目につきませんし、やっぱり韓国の裁判所って国際法も知らないようなところなので、ちょっとずれてるのかなって感じでしたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。